どうも、きみまろです。今日はこの最近使っているカメラバッグの中身を紹介しようと思います。先日ソニーの α7S3 を購入して今まで以上にスナップとか楽しく撮ってるんですけども、今まで使っていたカメラバッグだとどうしても持ち運べる撮影機材も限られてくるので、こういった大容量バッグを探していて結構いろいろ悩んだ末にこちらのワンダードのプロボーク31リットルのカメラリュックを選びました。これめちゃめちゃかっこよくないですか。31リットルの大容量なのにこのスマートな見た目、これにね一目惚れしました。そんなわけで今日はこちらのワンダードのプロボーク31リットルのカメラリュックとともに普段持ち歩いている撮影機材の紹介もしていこうと思います。今日はこちらのバッグの収納力のボリュームってところもお伝えしたいので、割とねフルフルで機材を詰め込んでいます。なのでかなり重いです。普段はここまでパンパンに詰め込んで持っていくことはないんですけども、収納力の参考になればなと思います。では早速こちらのカメラリュックの中身を見ていきましょう。まずメイン部分なんですけど、メイン部分はこのように裏返して、ここがこうファスナーでガバッと開くようになっていまして、でさらにこの中にね内袋みたいなのがあって、このファスナーをこのように開けますと、ここにこのように自分で敷居をカスタマイズできるケースが入っています。でこの中にこうレンズだったりカメラだったり、あとはマイクとかね、こういったものを自分で仕切って入れることができます。普段はねここにね今撮影している α7S3 にレンズをつけた状態でスポット入れてるんですけど、今撮影中なので α6600 にシグマの 16mmF1.4 のレンズをつけてここに入れています。こんな感じでレンズをつけたカメラと、あとはレンズ2本とこういった大きめなマイクと、あとはここにねストラップとかも入れてますけど、こういったものをね入れてもねまだ少し余裕があるぐらいの作りになっています。で普段持ち歩いてる機材紹介ってところでいきますと、今回はこういう風に α6600 を入れていますけど、先ほど言った通り普段は最近買ったばっかりの α7S3 を入れています。あとレンズも今撮影中なんで見せられないんですけども、タムロンの28200のレンズをつけています。でそれをねここにスポッと入れています。最近はこちらの α7S3 にタムロンの28200のレンズをつけて夜景とか風景とか撮ることが多いですね。で今日はね大外機っていうことでこちらの α6600 にシグマの 16mmF1.4 のレンズをつけてここにしまっておきます。あとレンズはこちらかな。こちらがツアイスのレンズですね。ツアイスのバティス 40mm の F2.0 ですね。これはカフェとかで料理写真とか、あとはちょっと寄って撮りたいものとか、そういう時にね使うことが多いです。すごい切れ味のいい絵が撮れる素敵なレンズです。あと Vlog とか撮る時にはこちらのソニーの G レンズですね。 20mmF1.8 の広角レンズ、このレンズを使ってVlog とか動画を撮ることが多いですね。このレンズ結構使ってる YouTuber の方多いですよね。さすがソニー純正なのでとてもいいレンズです。はい、こちらをね備えてます。であとはカメラストラップはこちらのピークデザインのストラップですね。ここにこのようにカチャッと滑り込ませるだけでロックがかかる非常に使いやすいストラップで、ストラップは使う時と使わない時は結構あるので、使わない時はこういう風に丸めてここにギュッと押し込んで収納しています。あとは最近はねあんまり使わないですけども、こちらのロードのビデオマイクロですね。指向性マイクですね。こっちだけにマイクがついてるのでカメラの上にこうくっつけて正面の音だけ拾うっていう指向性マイクです。こういった風防もついてるので、これをつけた状態でカメラにつけて録音するんですけども、結構この α6600 も今使ってる α7S3 もマイク性能がかなりいいので、わざわざね指向性のマイクをつけなくても自分の声とかっていうのはね綺麗に拾ってくれるので、あまり最近はこれは使ってないんですけど、一応予備でこういった形で入れておきます。はい、でも実際はね最近は持っていくことは少ないです。はい、こんな感じでメイン部分にはカメラ1つと、あとはレンズ2本と、あとは集音用の外部マイクと、あとストラップ、こういったものを仕切りで分けて詰めています。ちなみにこの仕切りはこういう風にマジックテープで付けられるようになってるので、自分が好きなところに仕切りを組み替えて使うことができる非常に便利な作りになってます。はい、まずメイン部分はこんな感じで、メイン部分のこの上の部分、ここにもね収納スペースがあります。ここはネットが貼られてますが、こんな感じでポケットになっていて、ここのポケットもね結構大きいんですよ。この中には撮影中にすぐにね使いたいものなんかをまとめて入れています。一つはこのポーチですね。これ後で説明します。ポーチと、あとはこの中には ND フィルターが入ってますね。
こういった形で濃度の違う ND フィルターが2枚入っています。 ND フィルターはカメラのレンズにつけるサングラスみたいな感じですね。光が入りすぎるのを抑える、明るすぎる時とかに使うカメラのサングラス ND フィルターです。でこちらと、あとはこれは忍者レフですね。忍者レフはたまに三茶 Vlog の時にちょっと登場して問い合わせが結構あったんですけど、こういった形の真っ黒いボードになっていて、これをこういう風にレンズにスポッとはめて、これで室内が明るいところから夜景を撮る時にガラスに室内の明かりが反射しないようにこれを貼って夜景を撮ります。そうすればね、これが室内の明かりを遮ってくれるので、夜景を撮る時にガラスに室内の明かりが反射せずに撮ることができます。忍者レフっていうやつです。これもね、ビルの中から夜景を撮る時に使いますので、このようにバッグの中にしまって入れております。あとはミニ三脚ですね。こうやって広げて三脚として使うかなり小型なミニ三脚、テーブルの上に乗せても邪魔にならない三脚ですね。こちらと、あとは、よく出てくるゴリラポットですね。こういう風に足を広げて三脚として使うこともできるし、あとはここをぐにゃぐにゃ曲げてカメラをどこかにしがみつかせた状態で撮影することっていうのもできる、まさにゴリラの指のようにぐにゃぐにゃ動くゴリラポットという三脚ですね。こちらと、あと先ほどのこのポーチの中ですね。これを簡単に説明すると、この中にはこちらが予備のメモリーカードとかリモコンの電池とか、またクリーナーとかそういったものをね入れています。あとこちらにもクリーナーですね。東レのスマホとか拭く時もすごい綺麗に拭けるクリーナー、これと、あとはレンズペンですね。こちら側がこういった形のフェルトみたいなクリーナーになっていて、あとこの反対側はこういう風にスッと出すとここがブラシになってる、こういうねペン型のブラシですね。レンズペン、こちらも入れています。こういった感じでメンテナンスキットなんかを入れています。はい、そうだ、あとこの中にはこれも入ってましたね。ブロワーですね。カメラのレンズのホコリなんかを吹き飛ばすブロワーですね。はい、そんなわけでこれだけのものが先ほどのここのネットの中には入れることができます。結構収納力ありますよね、そう考えると。あとこちらですね。こちらの部分も大きな収納スペースになっていまして、まずここをこういう風に開けると、この外側の部分には15インチのノート PC が入れられる大きなポケットがついていて、さらにここの手前にもですね、大きめなタブレットが入れられる一回り小さいポケットがついています。ただ僕は最近あんまり表にノート PC を持っていて編集するってことが少なくなってきたので、ここに今何を入れてるかというと、ちょっとこのポーチは後で説明しますけども、はい、ジウンのウィーブレースですね。ジンバルですね。でこちらのポーチにはジンバルの備品というか、ジンバルに取り付けて使うこちらのプレートと、あとはこのハンドルですね。ハンドルをここにつけたりとか、はい、ここにつけてこういう風に持ったりする、こういったねハンドルですね。こういった備品を入れたポーチ、はい、こういったものをここのスペースには入れています。ジウンのウィーブル S はジンバルにしてはコンパクトな方なんですけども、それでもね結構大きいのでゴツゴツはしているんですよね。でもこれをここに入れても割とね、ここの後ろのクッションがかなりしっかりしているので、背中に当たって痛くなるなんてことはね全然なかったです。それでもまだここのノート PC を入れるスペースには余裕があるので、僕はこれも入れています。モンベルの折りたたみ傘、トラベルアンブレラですね、傘、これもね入れています。はい、こんな感じで傘と、あとはジンバルとジンバルに取り付ける備品をまとめたポーチ、これをこのようにここに入れて、これで留めて、こういう風にね収納しています。はい、このようにメインの部分はかなりの収納力があるので、撮影に使うような機材っていうのはね一通り入れていけるんじゃないかなと思います。さっきも言った通り普段はこんなにフルでは持っていかないんですけど、今日はね収納力がどれぐらいあるかっていうのを見ていただこうと思いまして、ジンバルだったりレンズだったりたっぷり入れてみました。はい、あとはこれですね。このリュックを選んだ決め手になった部分と言ってもいいぐらいなんですけども、ここの部分がこういう風に開けられて、
ここから先ほどメイン部分に収納していたカメラに直接アクセスすることができるんですね。なのでリュックを完全に下ろして地面に置いて取り出すとかしなくても、左肩に担いだままでもここの部分を開けることによってこういう風にカメラを取り出してすぐに撮影することができるというね、こういった機動性は急いでカメラを取り出したい時にはねかなり助かります。さらにここの蓋の部分、ここもねポケットになっていて、この中にはこういったリモコンだったり、あとはここにねネットポーチみたいなやつが3つついていて、この中にこういう風に予備のバッテリーなんかも入れています。はい、このようにサイドのポケットのところからメインのカメラにアクセスできるっていうのがね非常に使いやすいです。あと反対側はこんな感じで今三脚を止めています。ここに三脚を固定するベルトがついていて、これを外すとこのように三脚を取り出せるんですけども、三脚は比較的軽いベルボンのシャーパ4453ってやつを使っています。それで元々ついていた雲台はこれではなくてもっとねごつい雲台なんですけども、これですね。でこのごつい雲台つけてると結構歩く時とかも邪魔なので、こちらの K&F コンセプトのコンパクトなボールジョイントみたいになってるこの雲台、これをここに取り付けました。でこういう風に比較的コンパクトな三脚、これをねここに挿して持ち歩いています。でここもジッパーになってるので、三脚とかを持ち歩かない時はこういう風にコンパクトなポケットになるんですけど、三脚だったりあとペットボトルとかそういうのを持ち歩きたい時はここをガバッと広げてここに挿すことができます。開くとここの部分がこういう風に三角形になってるので、ここの部分にねスペースがあるので、しっかりこういう風に三脚を格納してここのベルトで固定をすればぶれることなく三脚を持ち運ぶことができます。あとはよいしょ、ここですね。これにもクリッパつけてますけど、ここですね。ここもポケットになっていて、この中には僕は撮影にはあんまり関係ないようなこういった財布だとかモバイルバッテリーとかこういったものをこの中に入れています。あとこれもナノバッグ、はい、こういったものをねここのポケットに入れています。ここのポケットは探っていくと先ほどのメインのスペースの上のネットの収納の部分、そこにねつながってる感じですね。でも中はちゃんとこう巾着状になってるのでしっかり仕切られていて、中に入れても下まで落ちてしまうってことはないです。ここは独立したポケットになっています。あとさっきちょっと説明し忘れましたね。カメラにアクセスできるところのこの上、ここにもねちっちゃいポケットがついていて、この中にはこういう風にフックがついているので、ここに鍵とかをくっつけて、それでこの中にしまっておくこともできます。はい、あとはここも収納部分になってますね。ここの表面のここがぶわっと開けることができます。ここもね大きいポケットになっていて、ここにタブレットとか入れることも十分できますね。今僕何も入れてないけど、これとあとはそうだな、ここちょうど背中が当たる部分なんですけど、ここの部分もポケットになっていて、このように開けるとここにポケットがついています。この中にはパスポートを入れたりとか、チケットを入れたりとか、そういう風に例えば旅行行く時とかにしっかり守っとかなきゃいけないようなものとかっていうのを入れることができます。こういうね隠しポケットみたいなのもあります。であとここだ、そこの部分もポケットになっていて、ここバッて開けると今は付属のこういうレインフライっていうのかな、雨よけのカバーですね。バッグにかける雨よけのカバー、こういうのもね付属なんですけど、これをここにしまっています。収納はこんな感じかな。たっぷりすぎるぐらいに収納できる。あとここの上の部分はこういう風に持ち手がついています。このように取っ手を持って持ち歩くこともできます。あとこれプロボーク31ってことで、普通に使ったら31リットルなんですけども、このロールトップの部分をこういう風にベリベリベリと、ここにこれだけの大容量の空間が登場します。ここがプラス5リットルまで入れることができるので、最大36リットルまで収納することができます。こちらのプロボーク31はめちゃめちゃ入ります。あと他にも結構いろんな気配りがされていまして、例えばこことかは
こんな感じでねバンドになってるんですけど、ここはレンズキャップホルダーで、こういうカメラのレンズキャップ、これをここにこういう風にね挟んでおくことができます。ただねちょっとバンドがそんなに強くはないので落としそうかなと思っていて、僕はねまだあんまりここを使ったことはないですけど、こんなのもついています。あとはここの部分にこんな風に輪っかがねたくさんついてるので、ここにカラビナとかをねくっつけて、この辺に下げときたものとかっていうのをこのカラビナにくっつけたりっていうのもできるので、そのカラビナを通すこういった風分みたいなのっていうのも充実しているので、こういうのもね細かいですけども結構ね使い勝手いいと思います。はい、こんな感じでだいたい紹介できましたがね、このようにねかなり収納力のあるカメラリュックです。はい、そういったわけで今日はこちらのカメラリュックワンダードのプロボーク31リットルとその中に詰め込んでいる撮影機材の紹介をいたしました。こんな感じでこのチャンネルでは撮影機材やバッグの中身なんかも紹介していきますので、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。